どうも皆さんこんにちは。市川純喜です。本日の動画では1週間コーデということで、久しぶりにですね、僕の1週間のコーディネートを紹介しようかなと思います。恒例の企画になっているんですけれども、1週間コーデに関してはですね、ただ単純にかっこよさを追求するのももちろんなんですけれども、一応裏テーマとしてその年の新しさを追求していくっていうところがあるので、今回もね、それをベースにさらに新しさを求めたコーディネートっていうのをいくつか用意しておりますので、そちらにも注目して見ていただけたらすごく嬉しいです。去年のね、夏はちょうどスキニーを履いていたりだとか、ビーチサンダルを使った着こなしだったりとかしてまして、すごい懐かしいなと思うんですけれども、過去の夏の1週間コーデに関しては概要欄の方にリンク貼っておきますし、あとその他ですね、昔の秋だったりとか冬の1週間コーデに関しても再生リスト作っておりますので、ぜひですね、下のリンクから後で見ていただけたら嬉しいです。ということで早速1日目から順番に紹介していこうと思います。1日目のスタイリングはこちらになりますね。いつも通りね、スキニーを使ったスタイリングではあるんですけれども、ちょっと絶妙にね、バランスを変えてみたりとか、あとは要所要所でね、ちょっとポイントをつけることで、ちょっと癖があるようなコーディネートにしてみました。着用アイテムの方をですね、上から順番に説明していこうかなと思います。まずですね、メガネなんですけれども、こちらがオノフっていうブランドのリムレスのメガネをかけております。で、上半身ですね、ポロシャツとニットベストなんですけれども、白のポロシャツがプラダのポロシャツを着ております。結構タイトめな、白のポロシャツを着ていて、その上からこの古着の V ネックのニットベストを着ております。上半身に関してはすごくピタッとしたサイズ感で収めております。で、リュックに関しては、いつも僕が使ってるアレキサンダーワンのね、レザーのリュックを使っております。こういった細身のね、スタイルとやっぱすごく相性がいいので、これもよく使ってるアイテムですね。で、手元ですね、両腕にアクセサリーつけてるんですけれども、それぞれ説明します。画面右側ですね。こっちにはメゾンマルタンマルジェラのレザーのバングル、ブレスレットをつけております。左側がリフロレっていうハンドメイドのアクセサリーブランドなんですけれども、ミサンガっぽいようなこういう編み込みのブレスレットをつけております。でね、今年の夏、こういったバングルだったりとかバンドとかいろいろ集めてて、3日目のコーディネートでも着用しているので、そこでさらに詳しく紹介しようかなと思うんですけれども、最近はこういったシルバー系じゃないレザーだったりとかラバーとか、こういう編み込みの布地だったりとか、そういった異素材系のブレスレットとかを手元につけるのにすごくハマってますね。で、下半身ですね、スキニーが、これがディオロームのコーティングのスキニーを履いております。2007年のシーズンのアイテムですね。で、今回のコーディネートのね、結構ポイントかなと思うんですけれども、この足の部分ですね、右足の部分にベルトをこう巻きつけてまして、これがドレスド&ドレスドのロングベルトを巻きつけてます。ちょうど1個前の春の1週間コーデでも使ったロングベルトなんですけれども、そちらを今回普通にベルトとして使うのではなくて、太ももの部分にこうぐるぐると巻きつけて、ちょっとボンテージ風な感じで、このディオロームのシンプルなスキニーにデザインを足しているというような感じになります。個人的にですね、今、こういった線が細めなパンツに対して何か一癖加えるっていうのが、マイブームでして、中でもこの太ももに巻きつけるっていうアプローチにすごくハマってますね。これ以外にも、他に赤のね、ディオロームのロングベルトとか持ってるんですけれども、そういったベルトをこう、細めなパンツに巻きつけて、何かこの太ももの部分でポイントをつけるっていうのに、ちょっと面白みを感じてますね。で、足元に関してですね、これが前の動画でも紹介しましたけれども、バレンシアガのスピードトレーナーを着用しております。これまた懐かしいシューズですね。スピトレをかっこよくさせたいというところで、スピトレスタートでコーディネートを組んでおります。今回ね、このスピトレを主役にするにあたって、スピトレが持ってるこのスポーティー×モードっていう要素を組んで、上半身だったりとかのアイテムをちょっとスポーティーに寄せるっていうアプローチをするのではなくて、違った切り口でバランスを取ってみようかなというのを考えました。上半身に関しては、おじいちゃんっぽい感じというか、ちょっと年配の方っぽい雰囲気を出して、コーディネートを組んでみました。っていうのも、僕の中でイメージ年配のおじいちゃんとかって、足元に、こういうスポーツ系のスニーカーを足してる印象っていうのがあって、そこの要素を組んで、そういう切り口で今回バランスを取ってみました。コーディネートに対して、テーマを組んで、スタイリングを組むっていうことは結構やるんですけれども、その組み方として、テーマに対して忠実に向き合ってしまうと、コスプレっぽくなりやすいっていうデメリットがあると思ってて、なので今回みたいにそのスポーティーさだったりとかっていうテーマに対して
こう近くで見るのではなくて、あえてこう距離を遠くして離れてみて、もっともっとこうふんわりとした抽象化させることによって、なんかちょっとおじいちゃんっぽいニュアンスもあるなっていう、薄めたからこそ見える要素っていうのを拾ってきて、でさらにそのおじいちゃんっていうものを近くで見て具体化するっていう、言語化がすごく難しいんですけど、なんか一個決めたテーマに対して、それを近くで見たりとか、遠くで見たり、抽象的に見たり、具体的に見たりっていう作業を調整して繰り返すことで、このバランスを取っていくっていうのを今回やってますね。割とシンプルではあるんですけれども、太ももの部分のポイントの付け方だったりとか、テーマに基づいたこの全身の、多少のこう違和感だったりとかっていう、実はこだわりポイントが詰まってるよというようなスタイリングになっております。ということで、1日目のスタイリングは、こんな感じでした。続いては2日目のコーディネートを見ていこうと思います。このね、青々としたジャージが目につくコーディネートになっております。これについても着用アイテム上から順番に説明していこうかなと思います。まず、上に着てるこのシャツですね。こちらがプラダの2016年の、秋冬のアイテムですね。アーカイブの結構希少なアイテムなんですけれども、のシャツです。これが、フランス人アーティストのクリストフ・シュマンだったかなとの、コラボの作品なんですけれども、数々の名作があることで有名なシーズンのアイテムですね。絵画というか、そういうのがベースになってるんですけれども、この左側の女性が、エジプトのクレオパトラで、右側の男性が、エルビス・プレスリー、アメリカのアーティストですね。をなんか模した、こう、兵士がキスをしているというようなグラフィックで、これがね、インポッシブル・トゥルー・ラブっていう不可能な真実の愛ということで、この時代だったりとか国境とか文化を超えた、ロマン作品ということで、アートでいうところの、シュルレアリスムっていう表現に、当たる作品ですね。超現実主義とも言われたりするんですけれども、現実を超えた夢のような表現、世界観っていうようなアートになっております。そういった世界観がこうプリントされているシャツになります。で、パンツがですね、ゴーシャ・ラブチンスキーとアディダスのコラボのジャージですね。シーズンが2018年の秋冬のアイテムになります。ゴーシャのアイテムはね、僕結構好きでいろいろ集めてるんですけれども、2018年の秋冬は結構かっこいいアイテムが多かったシーズンですね。この青々としたね、真っ青なジャージを、今回履いてるわけです。で、ジャージに関しては、2個前の動画かな。で、今年の2026年はこういう着こなしをしていきたいというところで、10年前の2016年にフォーカスして、その当時流行っていた、ジャージの着こなし、このアディダスの、トラックパンツだったりとかを取り入れた着こなしがしたいよという話をしてたかなと思うんですけれども、今回そういった背景があり、このジャージを取り入れてみました。で、前の動画内ではね、黒のジャージとかを結構フィーチャーしてたわけなんですけれども、黒のジャージもね、実は買ってはみたんですけれども、ちょっとね、黒のアディジャーに関しては、この今の2026年の、特にこの夏のタイミングで、かっこよく履くっていうのが非常に難しくてですね、どうしてもこう、僕の中で納得いく形にできなかったので、今回はこう、去年の夏、ディオールのスキニーを、いきなりこう、ピタピタで履くのではなくて、裾を溜めて履いたみたいに、真正面にこう、黒のアディジャーから始めるのではなくて、ちょっとずらして、青の方がいけるんじゃないかなということで、この原色のね、ジャージに挑戦してみました。で、シューズに関しては、これがね、古着のアイテムなんですけれども、このダブルモンクストラップのシューズを履いております。ここ2、3年いろんなブランドで出てて、結構流行ってる形かなと思います。最近だと、ここ数年のプラダが出しているようなこういう平たいシューズに近いのかなと思います。で、この足元の選択肢として、他に、スニーカーだったりとかブーツっていうのがあったんですけれども、スニーカーに関しては、皆さんも想像できると思うんですけど、結構カジュアルになってしまう。こう、ラフな雰囲気が出過ぎてしまうので、選択肢としては、難しいかなと思って、ブーツを使って、ブーツインをしたりだとか、あとはソックスの中に入れてしまう合わせっていうのが、それこそこう2016年の当時とかは結構それが主流だったんですけれども、僕の中でなるべくそれはしたくなくて、どうしてもこう過去のものの焼き増しになってるというか、結局なぞってるだけで、結果が見えてるというか、想像できるコーディネートは僕はしたくないっていうのがあったので、今回はそのブーツだったりとかはなるべく使わないようにっていう、それを考えた時に、こういった平たいシューズが相性がいいんじゃないかなっていうので、今回はこの平たいシューズでバランスをとっているっていうような感じですね。で、全体的に見て、こういうようなバランス感になってるわけなんですけれども、ちょっとね、ジャージが、青すぎたかなっていうのは、思うんですけれども、でも、
こうコーディネート組んでみて結構可能性は感じてて、まあどうしても夏場のファッションだと、まあ上のアイテムの選択肢がすごい少ないので、選択肢が少ない中では、まあ十分やれたかなとは思ってるんですけれども、この秋冬になったら結構もっとかっこよくできるんじゃないかなっていう、割と希望が見えたというか、結構そこに関しては割と前向きな姿勢になってますね。ということで2日目のスタイリングはこんな感じでした。続いてですね、3日目のスタイリングはこちらになります。まあね、2日目が結構暴れすぎたので、まあ3日目はちょっと抑えときましょうよということで、まあちょうどよく、まあ今っぽい、すごくわかりやすいコーディネートを組んでみました。着用アイテム上から説明していこうかなと思います。まあまずはですね、上半身ですね。こちらが、トップスの上にですね、ジル・サンダーのコーティングのベストを着てます。確か2001とか2002ぐらいのシーズンだったと思うんですけれども、黒のベストを着ております。でこのボタンの色がね、絶妙にこうシルバーじゃないってところが地味に気に入ってるポイントで、まあ、後々コーディネートに効いてくるわけなんですけれども、まあこれを着てるという感じですね。で、インナーが、これがバイタルの T シャツですね。ノルディックのプリントがされている T シャツなんですけれども、名前がネブラですね、を着用しております。背中にもプリントがこうぐるっとさりげない感じで、同色でプリントをしているような T シャツになっております。なんかね、こう無地 T っぽいノリ、まあシンプルに着れるんだけども、でもなんか1枚でちゃんと成立するみたいな、絶妙な塩梅の T シャツ僕意外と持ってなかったので、なんかそういうのが欲しいなっていうので、まあ、作ったアイテムになってますね。でまあこれはサイズ2展開あるんですけれども、まあ僕はサイズ1より小さい方を着用しております。やっぱこういうピチ T とかをね、肩線食い込ませるぐらいで着た時に、この袖の部分がこう斜めにこう吊り上がる感じっていうのが僕がすごい好きなシルエットなので、まあそういうのを目指して1で着用してますね。まあ、このネブラに関しては、サイズ1、2でそんなにぶっちゃけ大差はなくて、2の方がまあピチ T で、1はさらにピチ T っていう感じです。よりこうギチギチに着たいっていう方は、まあ、1がおすすめなアイテムになってますね。で、アクセサリーですね。画面左側が、先ほど1日目と同様のメゾンマルタンマルジェラのレザーのバングルつけてまして、でこの右側ですね、下の方がシャネルの、ラバーのブレスレットと、あとアンダーカバーの2006年の、ティーキのバンドをつけております。で、リストバンドに関してですね、結構前かなの夏の動画で話したと思うんですけれども、こういうシルバー系じゃなくて、ラバーだとか、布地だとか木とか、レザーのバングルとか、こういうのをつけてあげるのが、なんか今年の夏、すごいいいんじゃないのかなと思います。なんかこういった類のアイテムって、結構色味がついたアイテムが多くて、まあ、今回はこの黄色をね、結構ポイントとして使ってるわけなんですけれども、まあ、黄色だったりとか、あと赤とかピンクとか、白とかね、腕の部分でね、こう、新たにポイントを付与することができるので、まあ、そういった利便性も加味して、今年の夏、リストバンド系のアイテムは非常にいいんじゃないのかなと思います。で、バッグが、これがね、僕がいつも使っている、バレンシアガのバッグですね。ニコラジスケール時代のレザーのショルダーバッグをつけております。まあ、なんか細身なバランスに対して、中途半端なサイズ感のバッグを合わせるよりかは、もうがっつり大きめなバッグを合わせちゃった方がいいよねっていうので、大きめなね、ショルダーバッグをこう、ガッと持ってるっていう感じです。で、パンツが、これが2006年の秋冬の、ディオロームのコンバインデニムですね。このね、黒と、青の、ね、コンビネーションがすごく好きで、まあ、今回のコーディネートではちょっとグラデーションを意識したかったので、まあ、そういった目的で、着用しております。で、ブーツですね。ブーツが、これが、僕の動画でたまに出てくるニックコスマスのブーツになります。でね、まあ全体で見ると、まあわかると思うんですけれども、一応ね、このシューズを起点に、ジルサンダーのデニムベストのボタンの色と絶妙にこう合わせたりだとか、ちょっと微妙にね、色味が違うんですけれども、このアンカバのね、リストバンドの黄色と合わせたりして、ちょっとポイントで、このブーツが浮きすぎないようにバランスをとっております。やっぱね、夏なんで、なんかちょっと色味を足したいよねっていうところで、このニックコスマスのブーツを採用してるんですが、まあ、こういった感じでね、ちょっと要所で色味を足して、まあ、バランスをとってあげると軽やかな印象になるというか、まあ重くなりすぎないよねっていうので、まあ、こういったバランスの取り方はいいんじゃないのかなと思います。まあ本当にこの腕の部分ですよね。このリストバンド、ラバー系のブレスレットだったりとか、そういうので色味を足してあげてバランスを取るっていうアプローチは、あんまやってる人がいないかなとは思いますので、
結構おすすめかなとは思います。ということで3日目のスタイリングはこんな感じでした。続いては4日目のスタイリングについて見ていこうかなと思います。懐かしのね、このスヌープドッグの T シャツを着たりだとか、スキニーを使ったスタイリングではあるんですけれども、ちゃんと新しさも感じるようなバランス感でコーディネートを組んでおります。まずですね、頭にはですね、ドゥーラグを巻いております。シルク生地のね、サテンっぽいツルツルっとしたああいう生地感のドゥーラグ想像する方が多いかなと思うんですけれども、ちょっとねシルク地のドゥーラグって割とチープに見えるものが多くて、コーディネートで馴染ませるのが難しかったりするので、だから僕個人的にはこういったベロ味のものとかを選んであげると、モードなスタイリングもそうなんですけれども、そうじゃないスタイリングの時もよりコーディネートに馴染みやすくなるのかなとは思っています。今回はそのベロ味のねドゥーラグを後ろに巻くスタイルではなくて前に垂らすような、僕が好きなスタイルなんですけれども、前に垂らして着用しておりますと。でトップスですね、これがベトモンの懐かしの T シャツを着ております。スヌープドッグが前面に描かれた T シャツですね。これもね10年前のアイテムです。2016年の秋冬のアイテムということで懐かしのアイテムを着用しております。ビッグ T を、ここ数年ね避けてきたというか、選択肢から消してきたわけなんですけれども、今この 2,3 年スキニーを履くようになったことで相性がいいアイテムとしてこのビッグ T が選択肢に出てきて、今回取り入れてみたという感じになります。でワイドパンツに合わせたりとか、今まで着てきてはいたんですけれども、こういったスキニーパンツに合わせる合わせっていうのは本当にしばらくやってなかったので、なんかワクワクするなっていうのはありますね。やっぱりこういうサイズ感が極端なアイテムっていうのは、その離れてる期間が長ければ長いほどすごく新鮮な気持ちで受け入れられるというか、去年のスキニーだったりとかもそうですけれども、それと似たような感じですごく楽しい気持ちでコーディネートに取り入れられるなと思います。で、パンツに関してはこれがディオーロームの、ラスターのデニムを履いております。これはもう去年の夏と全く同じアイテムですね。これに関してはですね、去年とはちょっと違う履き方してまして、押し履きをして溜めるようなアプローチではなくて、しっかりとウエストを上げて履いてます。で、これは僕が昔の動画からたびたび言及しているバランスの取り方になってくるんですけれども、こういった下が細くて上がでかい、いわゆる Y ラインのスタイリングを組む際に、股の生え際の部分に気をつけた方がいいというところで、股の生え際を隠した方が、見栄えが良くなるっていう、それを意識した、バランスの取り方になっています。で、シューズはおなじみのですね、軍物のラバーブーツ、ミッキーマウスブーツを合わせております。しっかりね、このスキニーにブーツインする形で、この上半身の T シャツのボリューム感に合わせてしっかりと負けないようなサイジングの、大きさのブーツでという感じですね。ちょっと見た目厚そうなんですが、僕は全然ね、夏でもブーツ何の抵抗もなく履く人間なので、こういう感じで今回は合わせております。全体的に、言えることとしては、このスヌープドッグ T を今回使いたかったので、ヒップホップな、流れも組みたいというところで、ドゥーラグを合わせては見てるんですけれども、そのね、ドゥーラグと、上半身の T シャツだけだと、どうしてもストリートチックになりすぎちゃうよってところで、下半身の部分で、バランスをとって、ちょっと面白いような印象にしてるよっていうスタイリングですね。結構僕個人的にも、このビッグ T に対してのこのバランスの取り方は良かったかなと思います。で、この合わせですね、こういうアイテム足したらいいんじゃないのっていうところなんですけれども、サングラスですね。このトム・フォードのサングラスにバレンシアガの短丈のね、デニムジャケットを合わせております。今年の秋冬目指すところとしてはこのバランス感かなと思います。昔のカニエ・ウェストだったりとか、ジャスティン・ビーバー、G ドラゴンとかがやってたようなバランス、ちょうどほんと10年前のバランスの取り方ですけれども、こういうのも面白いなとは思います。で、このスタイリングに関してはね、僕のインスタにも載せてるんですけれども、なんかちょっと懐かしさもあり、結構好きなバランスの取り方ではありますね。ということで、4日目のスタイリングは、この懐かしのね、ベトモンのオーバーサイズ T を使った結構攻めたスタイリングではあるんですけれども、Y ラインのシルエットを意識したコーディネートでした。最終日5日目のスタイリングはこちらになります。以前のね、僕の長尺の動画だったりとか、ショーツでも紹介してたように、このバスケパンツですね、バスパンを使ってコーディネートを組んでみました。で、僕の中でですね、今年の夏、このバスパンを使ってモードに振るのは難しいという判断になりまして、季節の関係で今回はカジュアル路線で、コーディネートを組んでみました。僕の今までの夏のコーディネートの中でも
結構群を抜いてラフなスタイリングになってるかなっていう感じです。着用アイテムをね、上から順番に説明していきます。まずですね、このメガネですね、かけてるメガネが、これがプラダのメガネになります。ゴーグルみたいなね、メガネなんですけれども、スポーティーな要素もあり、この独特な形っていうのが結構気に入ってまして、これを今回合わせております。で、ポロシャツがプラダのポロシャツを着用しております。この上のボタンをきっちり上まで閉めるのが結構好きなので、今回に関してはこうカチッと閉めて、上のね、このメガネと合わせて結構優等生っぽいイメージになってるんですけれども、そういった面白さもあり、このプラダのね、シンプルなポロシャツを着用しております。若干ですね、着丈が長めなものを選んでおります。ただ個人的にはね、もっと着丈が長い方がバランスは良かったかなと思ってます。で、バッグですね、こちらがグッチのリュックを背負っております。これがですね、トム・フォード機の昔のアイテムになります。最近のね、デムナグッチでも、ほぼ一緒のものが、復刻されてたかなと思います。モノグラムロゴとか、後ろの部分のシェリーラインのね、このちょっとやりすぎてる感じというか、ちょっと派手な部分っていうのが、今回のスタイリングのカジュアル感、ちょっとユースっぽい、若々しい感じに合うかなと思って、こういうちょっとやりすぎてるようなデザインの強いグッチのリュックっていうのを合わせてみました。で、パンツですね。これがバスパンなんですけれども、これがジョーダンのね、バスケパンツを着用しております。白ベースのパンツということで、結構見た目がね、涼しげでいいかなと思います。実際ね、素材感も割とメッシュ地っぽくて、涼しい素材で、今回の5日間のコーディネートの中では、一番涼しいコーデになってるかなと思います。でね、バスパンって、いろんな種類あると思ってて、ああいうテカテカとしたバスパン思い浮かべる方多いかなと思うんですけれども、ああいったね、テカテカした素材感のバスパンは、コーディネートに落とし込むのは結構難しいんじゃないのかなと思ってます。なので、こういったね、テカテカしすぎていないような、ちゃんとした生地というか、ちょっとコットンに近いような生地感のものを選んであげるのが、最初の段階ではいいのかなと思ってます。で、このバスパンに関しては、サイズはですね、なるだけ大きめなものを選んでいまして、膝下でね、デカめに履くようにしております。で、シューズですね。これがね、結構見慣れないシューズかと思うんですけれども、これがナイキのエアジョーダンですね。ジョーダン21、21を履いてます。エアジョーダンシリーズの中でも結構マイナーな部類かなと思います。ジョーダン21に関しては、2006年販売のスニーカーになっております。ジョーダンでは結構珍しくて、異素材系のアイテムですね。このヌバックレザーというか、スウェード地のアッパーのシューズになっております。でね、この下半身のバランス、今回ね、バスパンに対してバスケスニーカーを合わせるっていう、もうまっすぐ合わせちゃったわけなんですけれども、結構ね、パンツに対してこのシューズ選びっていうところは、難しいかなと思います。で、今回ね、僕なりに、いろいろな靴を使って合わせ方をちょっと研究してみたんですけれども、まずね、こういうレザーのシューズ、レザーのブーツ、これがね、意外と合わないっていうのが、結構発見でしたね。ラバーブーツとかもそうなんですけれども、光沢のあるシューズは、バスケパンツに対して合わせるのがすごく難しいのかなと思います。で、僕的なおすすめとしては、今回のね、ジョーダン21とかもそうなんですけれども、こういった感じで、アッパーの部分、全体的な素材感がちょっと起毛感のあるものというか、スウェード地だったりとか、マットな質感のブーツっていうのが非常におすすめです。このぐらいが結構いいんじゃないのかなと思ってます。多分ね、バスパンっていうアイテム自体が、カジュアルすぎる。前提外し要素が強すぎるアイテムなので、それに対してレザーのブーツっていうのが対極な位置にあって、バスパンとブーツの距離感が出すぎるっていうのが原因なんじゃないのかなと思います。なのでこういうスウェードブーツだったりとかっていうアイテムはレザーブーツほどバスパンから距離が離れないので、その離れない距離感の中で他の上半身のアイテムとかでバランスを取れるっていうところで、スウェード地マットな質感のブーツがいいんじゃないのかなっていうのはすごく思ったところですね。でね、このバスパンの着こなしに関してはピンタレストとかインスタを見てるとたくさん出てくるかなと思うんですけれども、外国人の着こなしが今メジャーかなと思うんですが、その着こなしはですね、正直あまり参考にしない方がいいなと思いました。理由としてはですね、単純に背景が強すぎるっていうところがありますね。どうしてもね、写真とか見てると、ロンドンとかパリとか、その街の雰囲気でなんとかなってるんじゃないかっていうコーデが結構あって、例えばテカテカしたバスパンに対して、コンバースに普通の T シャツとか、背景がかっこいいからなんとかなってるよねみたいなコーデ結構あるんですよ。実際問題、その背景を日本にしてみると、全然成立してないじゃんみたいなコーデってザラにあるので、そこに騙されないというか、コーデ全体のバランスを結構シビアに見るっていうのが
大事だと思いますね。ということでね、最終日5日目のコーディネートは、バスパンを使ったコーディネートの、記念すべき第一歩ということで、そう考えると、悪くないスタイリングに、なってるんじゃないかなと思います。全部でですね、5日間のコーディネートをご紹介させていただきました。1年前からはね、ほんと考えられないような新しい可能性だったりとかを、模索できて、いいスタイリングになったんじゃないのかなと自分でも思っております。やっぱりね、ここ数年思ってることなんですけれども、今ね、ネットで正しい情報だとか、かっこいい着こなしっていうのは、いくらでもね、調べたら出てくるなと思います。僕自身もそういう、わかりやすいスタイルだったりとかっていうのは、やるのが簡単だなと思います。ただ僕は調べて出てくる情報って実はそんなに価値がないんじゃないかなって思ってて、本当は自分で考えて試行錯誤して得られた情報だったりとか経験に価値があると思ってる、そういう価値観で僕は生きているので、何か新しさを求める、そういった姿勢で動画作りしておりますので、何かそういう考えがいいなと思った方は引き続き僕の動画チェックしていただけたらすごく嬉しいなと思います。この動画が良いと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録のほど何卒よろしくお願いいたします。本日の動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。